こんばんは。読んだ本について語る本のひととき、ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。今日ご紹介したい本は吉田修一さんの国宝です。2018年に単行本、2021年に文庫本が出版されています。2019年には芸術選奨文部科学大臣賞、そして中央公論文芸賞のダブル受賞をされているんですね。本作は上下巻に分かれていて、上巻は青春編、下巻は花道編として物語が進みます。任侠の生まれで歌舞伎の一門に弟子入りした菊男と、歌舞伎の名門の息子俊介という生い立ちも才能も異なる2人がライバルとしてお互いに高め合いながら芸の頂点へと上り詰める物語です。帯に浅田次郎さんのコメントがあって、本作を読み終えた時、小説を読了したのではなく、芝居の序幕から大喜利までを読み終えたような気分になったと書かれているんですね。もうまさに読了感は小説というよりも歌舞伎を見終わった後のようなもう高揚感に包まれるんです。2巻とも400ページを超える長編なんですが、あっという間に一気読みしました。歌舞伎はもちろんのこと、人間臭さといいますか、人間ドラマもみっちりと詰まっていて、もう泣かせに来てるなっていうベタな部分もあるんですが、私はもうね、著者の期待通りに泣きましたエンタメとしても引きつけられますね。で、この国宝は2025年に映画化も決まっていまして、主人公の菊男役を吉沢亮さん、ライバルであり親友の俊介役を横山流星さんが演じていらっしゃいます。これはもうね、映像としても見応えあるだろうなと今から楽しみにしています。ただ映像化となると省かれる場面などがあると思うんですが、どこも欠かすことなくこの詳細に書かれている心情や文章で感じる臨場感や緊張感、そして震えるような空気感はぜひ小説で味わってほしいです。吉田修一さんは1997年最後の息子という作品で第84回文学界新人賞を受賞しデビューされています。代表作にはパレードや悪人、怒り、そして横道世之助など映画化された作品も多いんですよね。で、吉田さんは長崎の出身でいらっしゃいまして、小説の舞台となっていることも多いんですが、私も長崎の生まれなので、たまに出る方言や情景などに親しみが湧くんですよね。で、今回の国宝もこの長崎の地から始まります。吉田さんは国宝を書くにあたってなんと4年間も舞台裏で取材をされたそうなんですね。重要無形文化財に認定されている4代目鴈治郎さんに衣装を作っていただいたそうで、歌舞伎座や稽古にもついて回っていたそうです。楽屋から舞台袖までもついていたそうで、作中にある細かな描写はこの経験によるものだったんだなとすごく納得しました。ここで簡単にあらすじをご紹介します。冒頭の舞台は戦後の長崎。任侠橘組組長の権五郎は新年会の席で敵対する組の襲撃を受け命を落とします。橘組と一人息子の菊男の将来を案じた妻松は、たまたまその新年会に招かれていた大阪の歌舞伎役者二代目花井半次郎に菊男を託します。菊男は半次郎の部屋子となり、半次郎の息子俊介の稽古を見てさらに歌舞伎に惹かれていきます。菊男と俊介は同い年であり、最初こそ敵対心がありましたが、
仲良くなるのにそう時間はかからず、2人は共に青春時代を歌舞伎役者の修行に捧げます。もともとの美貌もあり、2人は女形として舞台に立ち始めます。その後、三代目半次郎の襲名をめぐり、2人の人生がそれぞれの道を歩み始めます。隠し子やお家騒動といったスキャンダル、そして娘の薬物使用や反社会との関わり、師匠友人との別れなど、さまざまな場面でその世界で生きることの孤独さや葛藤が綴られています。2人の対照的な生き方や青春時代が大切な記憶として思い出される場面には物悲しさも感じますね。そして圧巻のラスト、芸の道を極め立ちたいと焦がれた舞台の先に見たものは何なのか、もはや狂気とも見えるその姿の描写は息を飲みました。この作品の見どころは歌舞伎界のリアルさや魅力的な登場人物たち、そして何といっても歌舞伎の描写にあると思います。この作品はオーディブルで尾上菊之助さんが朗読をされているんですね。その際のインタビューで、親はいないものと思えと言われてきたんだと話されていました。あぐらをかくのではなく、先人たちや先輩たちの意見を聞き、謙虚な気持ちで居続けなければならないと常々お父様がおっしゃっていたそうです。そしてこの歌舞伎界の厳しさというものがこの本にはすごくよく描かれているとおっしゃっていました。物語の中盤で2代目半次郎は病により舞台に立つことができなくなってしまうんです。そして襲名を行うんですが、この2代目半次郎が3代目半次郎に指名したのはなんと実語の俊介ではなく菊男だったんです。その後俊介は家を出て姿をくらまします。つまり俊介は親という後ろ盾をなくしたんですね。で、実は見せ物小屋で芝居を続けていた俊介なんですが、その技量を見込まれ再び歌舞伎界に戻ってくるんです。これまでの名門の息子としてではなく、弟子入りし直し一から芸を磨く、そんな姿が描かれているんですね。その時この見つけ出してくれた後に師匠となる方はこう言うんです。今の舞台しっかり見させてもらいましたよ。あなた歌舞伎が憎くて仕方ないんでしょう。でもそれでいいの、それでもやるの、それでも毎日舞台に立つのが私たち役者なんでしょうよと言うんですね。歌舞伎役者としてその世界に生きるということが精神的にもどれほどの過酷さを持っているんだろうかと考えてしまいましたね。次に登場人物たちの魅力についてなんですが、この作品登場人物がとても多いんですね。誰も彼もが魅力的なんです。菊男の母親松は極道の妻として、そして俊介の母親幸は梨園の妻として、そして後に菊男や俊介の妻となる女性たちのその強く生き抜く姿がまた印象的でしたね。組の存続ができなくなった頃、菊男が母を訪ねたことがあるんですね。何も家の事情を知らずお手伝いさんとして働く母を目の前にして立ち尽くす菊男に、母はこう言うんです。昔みたいに大親分の女房でございてふんぞり返っとるよりも、こうやって雑巾仕事しながらも我が息子が人気役者になる日を今か今かと待っとる方がどれほど幸せかと言うんですね。松は自分の生活が苦しくとも息子に仕送りを続けていたんですね。この息子の活躍を陰ながら見守る
母親の芯の強さも垣間見ることができました。そして菊男が反社会との関わりがあったとしてバッシングを受けるという場面があるんですが、そこで後に師匠となる方がこう言うんです。おめえ大したもんだよ。自分が世話になってきた親分の顔をちゃんと立てたんだってな。貧乏くじ引くの覚悟でそのパーティーに出たんだろ。俺はな、そういうやつは買うんだよと。そして役者が立派なふりしてどうすんですかい。いいですか。立派な人間じゃねえからこそ立派ってこともあるんだよと言うんですね。しびれました。私はこういう覚悟を持った人を認めるっていう人が好きなんですよね。そしてこの方も好きだったんですが、中でも私が一番好きだったのは徳次なんです。彼は菊男の父に拾われて家に置いてもらっていたのですが、菊男を坊ちゃんと呼び、時に厳しく、時に呆れながらも、どんな時も菊男の味方なんですね。で、彼は自由人でふらっといなくなったりまた現れたり、脇役なんだけど彼がいなければ菊男はいなかったなと思わせるような存在なんです。この徳次は吉田さんが舞台裏を取材していた時に、裏方さんたちの歌舞伎が好きだという気持ちを感じ取って生まれたキャラクターなんだそうです。もうすごく情に厚くて男気があって、そして歌舞伎も大好きで、誰からも愛されるキャラクターなんですね。終盤での登場にはもう特にもう私涙出まして、あの徳次がやってたんだってすごく嬉しい気持ちになりましたね。そして何といっても最大の魅力は歌舞伎の描写。もうこれを小説で読んでいるということを忘れるほど生で歌舞伎を見ているような、思わずブルッと身震いするような感覚になりました。物語は登場人物たちの誰でもなく第三者目線でナレーションのように語られるんです。それがまた舞台を見ているような気持ちになってくるんですね。作中にはいくつもの演目が登場しているんですが、どれも本作の内容に沿った演目となっていて、あの時の演目、この時の演目はこの場面を指していたのかとハッとさせられます。菊男と俊介が高校生の頃、二代目半次郎に連れてこられた舞台に隅田川というものがあるんです。後に舞台復帰した俊介がこの演目を演じることになるのですが、これがまたね、俊介が歩んできた人生を彷彿とさせるものなんですね。これを先に見せていたとはと驚きと、すごい伏線だという感じもありました。そして青春時代に2人で演じてきたものを大人になった2人がまた演じるという、もうその場面は2人の成長とそれぞれの人生の重みが加わっていて、とても感慨深い気持ちになりました。下巻の最後の解説に、死こそが歌舞伎の最大の見せ場と言ってもいい。もっと言うなら死は歌舞伎においては生の極限の姿なのであるという言葉があるんです。この作品の中でも菊男の父や師匠など、その死を目の前にするという場面が描かれているんですが、それがその都度その場面を動かしていくんですね。本作で一番最初に登場する演目は、菊男が組の新年会で演じた積もる恋雪の関の戸というものなんですが、この演目を描いた映画残菊物語が吉田さんが本作を書くきっかけとなったそうで、こ
これはこの作品においても重要な役割を果たしていて、後の菊尾と俊介のそれぞれの生き様を表しているようなんですね。このそこかしこに散りばめられた歌舞伎の演目とリンクするところが読むほどにより一層の深さを増していって面白さを引き立てています。作中に登場する演目については説明がなされているので、歌舞伎を知らなくても入り込みやすくなっています。この作品にはモデルとなった方はいないと吉田さんはおっしゃっていたそうなんですが、読む人の世代や時代によって重ね合わせる人がいるのかなと思いました。私個人としては中盤あたりから市川海老蔵さんを思い浮かべましたね。スキャンダルやら記者会見やら、その当時テレビで見ていたお顔がとても印象的だったのでパッと思い浮かびました。下巻の最後に登場した演目についての解説が書かれていて、そこに菊尾の父権五郎についても書かれていまして、権五郎という名前は歌舞伎の代表的な演目しばらくの主人公で英雄的位置づけの人のお名前なんだそうです。そしてそのしばらくの権五郎を東京オリンピックの開会式で演じたのが市川海老蔵さんなんだそうです。自分の思い浮かべていたお名前が思いもよらず出たことにおーっとなりましたね。この解説には演目が作中でどういう意味を持つのかというのが考察されていて、ぜひ最後まで読んでいただけるとより深く歌舞伎の世界を知ることができると思います。もうこの作品を読んでね、文章でここまでの迫力のある舞台を鮮明に思い浮かべることができるのかっていう驚きと、さまざまな困難や苦悩の道を歩んできたこの人間ドラマ、そしてこの描写で最後を締めくくるのかという圧巻のラストに感銘を受けました。ぜひこの本が気になった方や映画が気になっている方は読んでみてください。